不動産屋さんの階段です。宿泊施設にもいろんな怪異が潜んでいます。これは今から7年前に宮城県にお住まいの方が仕事を通して体験したお話です。その方を仮に和夫さんとしておきます。和夫さんは当時地元宮城県の電気工事の会社にお勤めで、仕事は太陽光発電のパネル設置作業でした。そんなある日、関東地方での仕事を受注したので、宮城県から社員が出張しての仕事となりました。その時、和夫さんはたまたま宮城での仕事を終えていなかったので、関東への出張組には入らなかったそうです。関東出張組は4人で、工期は2ヶ月の予定でした。11月の頭から作業が始まり、年末年始の休業を挟んで1月末に完工ということでした。その作業ですが、太陽光パネルの設置場所がもともと田んぼだったので、足元がぬかるんで作業が思うように進まなかったそうです。そして3週間目に入った頃でした。出張組の一人が異縁で急遽宮城の本社に戻ってくることになりました。そこで欠員を埋めなくてはならなかったのですが、和夫さんら他は地元の仕事がまだ終わらず、それ以外の誰か代わりを探さなくてはなりません。そこで同じく宮城で仕事をしていた協力会社の職人さんの A さんが行くことになったそうです。ところがその代わりに行った協力会社の A さんが現場で作業を始めて1週間後に突然大腸炎になってしまいました。そこで治療と療養のため宮城に戻ることになったそうです。またという感じですが、さあそこで今度こそ誰を代わりに行かせるかということになりました。A さんでさえ手を尽くしてやっと見つけたのですから、もう誰もいなくなってしまいました。そこで会社は関東の方の仕事を優先したそうです。作業は遅れ気味でしたので、結局本来関東に出張することはなかったはずの和夫さんと後輩の2人が翌年の正月休み明けに現場に行くことになりました。出張初日の朝、和夫さんと後輩は1台の車で関東を目指したそうです。お昼前に現場に到着し、早速午後1番から作業に入りました。和夫さんも話には聞いていましたが、設置場所はぬかるんでいて作業はかなり難航しました。その日の仕事が終わった頃には和夫さんはヘトヘトになり、今晩の宿泊先のビジネスホテルに行ったそうです。出張組はみんな5階の部屋が割り当てられていました。和夫さんの後輩は大腸炎で抜けることになった A さんの部屋があてがわれたそうです。和夫さんは新規の部屋で510号室に泊まることになりました。早速重い荷物を抱えながらドアを開けました。そして数歩部屋の中に足を踏み入れた時でした。和夫さんの全身が宗家だったそうです。あ、誰かいると感じました。近くに人の気配がしたのです。こんな感覚に襲われたことは今まで一度もありませんでした。その気配は入ってすぐの左手の扉から特に強く感じました。そこはバスルームでした。物音一つしなかったので、まさかと思いながらそっとドアを開けてみたそうです。するとビジネスホテル特有の正面にトイレと洗面台があり、すぐ右にシャワーバスがありました。ただシャワーバスのカーテンがなぜか閉まっていました。そのカーテンには人影はなく、誰もいないのは明らかでした。でも和夫さんはそのカーテンの向こう側に人の気配をすごく感じたそうです。和夫さんはずっと感じているこの嫌な気配を払拭しようと、勢いよくシャーッとカーテンを開けたそうです。当然そこには誰もいませんでした。ところが和夫さんが感じている気配はなくならなかったのです。
この薄気味の悪い不快な感覚に和夫さんはかなり戸惑っていました。和夫さんが困ったなあ、どうしようと思っていると、突然和夫さんの携帯が鳴り出しました。こんな時間に誰だろうと思い出てみると、それは和夫さんの高校時代の同級生太田くんでした。卒業後少しは付き合いがありましたが、ここ何十年も会っていない友人だったのです。そしてその友人太田くんは昔から霊感があることで知られていました。元気か、久しぶりだな、ああすごい久しぶり、などとお互いが言うと、そんな挨拶もそこそこに太田くんは、お前今どこにいるのと急に聞いてきたのです。和夫さんは、仕事の出張で関東に来てるよ。今は仕事が終わってビジネスホテルに着いたところ、と答えました。するとその友人は、ああ、そうなんだ。そのビジネスホテル、やばいね。と唐突に言ったのです。和夫さんはぎょっとして、と言うと、太田くんは、何かいるね。と低い声で言ったそうです。霊感の強いことで知られていた太田くん、何十年も話していなかったのに、このタイミングの突然の電話でこの会話内容だったので、和夫さんはかなり驚き、背筋がゾッとしました。そして今さっきの部屋に入ってからの気配の話をすべて太田くんに話したそうです。そしてなんでわかったのかと聞いたところ、太田くんは、なんかそんな気がしたからというそっけない返事でした。焦った和夫さんがどうしたらいいかと聞くと、塩まいておけばいいんじゃない？気をつけてね、とだけ言って電話を切ってしまったそうです。さすがにこの警告電話の後は、和夫さんも怖くなり、どうすりゃいいんだとおろおろしていました。すると会社の人から夕食の誘いがあり、いつも出張組が行っているホテルの前の居酒屋に行くことになりました。そしてその居酒屋で和夫さんは、あのビジネスホテルなんか気持ち悪くない？とみんなに聞いてみたそうです。みんなはそうかなという感じでしたが、この会話を聞いていたお店のマスターが、あそこのビジネスホテルは出るらしいよと笑いながら言いました。和夫さんは内心、それ自分の部屋かなと不安に思ったそうで、気持ちの悪い気配がするから塩をまいておきたいと言って、マスターから少し塩を分けてもらいました。そして和夫さんはその夜は部屋に塩をまいて寝たのですが、何事もなかったそうです。結局その後は部屋でおかしな気配はなくなったということでした。それからしばらくして大腸炎を患って宮城に戻っていた協力会社の A さんが回復し、出張組の和夫さんらと合流しました。そんなある晩、いつものようにホテルの向かいの居酒屋で和夫さんはみんなと晩酌をしながら夕飯を食べていたそうです。その夜はお店の常連の年配の女性がカウンターに座ってマスターと話しながらお酒を飲んでいました。和夫さんたちが居合わせたので、マスターがふとその女性に、あそこのお兄さんたち向かいのビジネスホテルに泊まっているんだよ、とポロッと言ったそうです。するとその女性が和夫さんたちの方を向いて、何階と尋ねてきました。メンバーの一人が5階ですと答えると、あら、あそこの5階に幽霊が出るんだよ、と女性が驚いたように言いました。実はその女性は以前そのビジネスホテルの厨房で働いていたんだそうで、客室清掃員の間では大変有名な事実だったということでした。どこの部屋でどんな幽霊が出るということまでは知らないそうですが、誤解だったのは間違いないそうです。和夫さん以外のメンバーの部屋でおかしなことは全くなかったので、和夫さんの部屋が外れだったんだという笑い話で、その夜は終わりました。その後2週間で設置工事は完了し、和夫さんら出張組全員は地元の宮城に帰ることになりました。ところがそのビジネスホテルを出発する瀬戸際に、
和夫さんと一緒に現場に入った後輩が急にお腹が痛いと言い出しました。それもかなり痛いようでしたが、なんとか宮城に帰ったそうです。後輩はすぐ病院で検査をすると、膵臓炎にかかっていたことが分かり、1ヶ月の入院になってしまいました。和夫さんはそれを聞いておかしなことに気がつきました。膵臓炎になった後輩が泊まっていた部屋は、以前は大腸炎で入院した A さんが泊まっていた部屋で、またその前は胃炎になった社員が泊まっていました。最初の人は胃炎で帰還、次が大腸炎で入院、3人目が膵臓炎で1ヶ月の入院という感じで、どんどん重い症状にエスカレートしていったのでした。もしかしたら和夫さんの510号室ではなく、彼らが泊まっていた部屋が冷笑を受ける問題の部屋だったのかもしれないのです。これは千葉県成田市のビジネスホテルの出来事です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。